報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第39話、偏屈な魔法使いセレス。街道を外れ雪山に向かう道はまだ秋の名残を残す丘陵地帯が続いていた。草原を渡る風は冷たさを増しつつも、陽光の下ではまだ穏やかで、鳥の鳴き声がのどかに響く。ここまで平和だと魔物の群れが街を襲ったなんて嘘みたいだな。ユーマのつぶやきにフィーナは背中の弓を軽く叩いて笑った。たまにはのんびり歩くのも悪くないにゃ。ずっと戦ってばっかりじゃ体が持たないでしょう。セレスは杖をつきながら歩き、村から持ってきた干し肉を少し分けてくれた。やがて3人は野営地を見つけ、焚き火を囲む。戦場では味わえない静かなひとときだった。私ね、氷魔法が専門なのよ。でもあの雪山は桁違い。私の魔法なんて日に当たった氷菓子みたいに役立たないの。あそこの山は山そのものが機嫌を損ねてるとしか思えないわ。セレスの声には不安を笑いに変えようとする強がりと、それでも踏み出そうとする覚悟が混じっていた。なるほど、氷を操れるなら寒さも余裕かと思ったけど、甘く見ちゃダメってわけね。そういうこと。だからこそ英雄の残した盾が必要なの。あの盾はね、雪を極寒結界に変えて魔物を村に寄せつけない力を秘めていたんですって。雪を凍らせる。ユーマは思わず眉を細める。雪はすでに凍っているものだ。それをさらに凍らせるとはどういう意味なのか。旅の道中、セレスは道端の草を摘んでは、これシャにすると美味しいわ。トリーナに渡したり、見かけた鳥に手を振ってまた会おうねと声をかけたり、またすらマイペース。なんか変な人だね。リーナがこっそり耳打ちするとユーマは苦笑する。まあな、でもなんだか憎めない人だね。その笑い声は険しい雪山に向かう旅路に穏やかなぬくもりを運んでいた。けれどセレスの学者気質はすぐ顔を出す。そもそもね、あの寒波だって自然現象じゃ説明がつかないのよ。山脈の気流と魔元の循環を考えれば、気温の低下率はせいぜい2割程度なのに体感は3倍。つまり何者かが意図的に干渉してるわけ。杖で地面をつつきながらセレスはまるで抗議でもしているかのように熱弁する。つまり寒いのは誰かの仕業ってことをリーナが首をかしげる。正確には何かの仕業。おそらくは古代の遺物か氷系の上位魔獣よ。そうでなきゃ私の計算が全部間違ってることになるわ。計算って旅の途中でそんな計算をしてたのをユーマが呆れ混じりに聞くと、セレスは鼻で笑った。当たり前でしょう。歩幅、風向き、雲の流れ、全部データ。世の中は数字でできてるの。あなたたち感覚だけでよくここまで生き残れたわね。バカにされた。リーナが頬を膨らませる。別にむしろ感覚派が一人二人いないと私みたいな理屈屋は死ぬだけよ。まあ感謝してあげてもいいわ。トゲのある言葉なのにどこか茶目っ気のある笑みを浮かべるセレス。その様子にユーマとリーナは顔を見合わせ思わず笑った。雪山が近づくにつれて風は次第に荒れ、白い地平が広がっていく。それでもセレスの理屈っこい独り言と子供みたいな所作が妙に心を軽くしてくれるのだった。雪山のふもとに近づくほど空気は刺すように冷たくなり、吐く息が白い煙となって宙に漂った。道は細く、両脇には雪が高く積もってまるで氷の回廊のようだ。風はあのように頬を切りつけ、ユーマもリーナも思わず肩をすくめながら進む。いやー寒すぎる。耳が凍っちゃいそう。リーナが両手で猫耳を押さえた。その時セレスが不意に立ち
短く息を吐く。杖を掲げると先端が淡く光を帯びた。見てられないわね。これじゃいつまでたっても村につけないでしょ。白い光が波紋のように広がった。まるで目に見えない幕が張られたかのように。するとさっきまで体を叩くつけていた冷風が嘘のように消え、3人の周囲だけが春のような暖かさに包まれた。これどうなってるんだ。ユーマが思わず問いかける。別に大したことじゃないわ。セレスは肩をすくめ淡々と答えた。空気の流れをちょっと整えただけ。無理に止めるより通り道を整理してやる方が効率的なのよ。にゃー。風に道なんてあるのを。イーナが首をかしげる。春に決まってるでしょ。知らないから寒さに振り回されるのよ。自然派ね。無駄を嫌うの。だからちょっと説得してあげただけ。その口調はどこか誇らしげでほんの少しの得意げが混じっていたけれど、事実として彼女の説得は見事に成功していた。風が止み雪道は穏やかに。まるで3人だけが別の季節にいるようだった。すごいな。ユーマが感嘆すると、セレスはふんと鼻を鳴らしマントをひらりと翻す。当然でしょ。これぐらいできなきゃわざわざ助けを求めに来たりしないわよ。私ちゃんと役に立つんだから。そう言いながらもマントの影から覗く表情はどこか照れくさそうだった。やっぱりセレスちょっとかわいいにゃ。イーナが小声でつぶやくと、聞こえてるわよ。セレスが即座に振り向き頬をわずかにあからめた。3人の笑い声が冷え切った雪道に柔らかく響く。けれどその先に待つ凍りついた村と過酷な試練をまだ誰も知らなかった。山道を抜けもう少しで村が見えようとした時、吹雪の奥から不気味なうなり声が響いた。何かいる。ユーマが足を止める。次の瞬間、黒い影が行く煙を蹴散らしながら飛び出してきた。獣と鳩の中間のような魔物。毛皮は凍りつき、目は狂気に濁り、牙をむいて迫ってくる。にゃー。何あれ。イーナが声を上げる。雪山の正気に飲まれた獣よ。裏を荒らしてる連中は大体ああ言ってあいね。セレスの声にはまるで日常の出来事を語るような冷静さがあった。吹雪に紛れて増えるから厄介なのよ。珍しくもないわ。そう言うと彼女は杖を雪に突き立てた。下がってなさい。力比べならこっちの方が早いから。杖の先に白い光が凝縮し、凍てついた空気が一瞬で張り詰める。彼女が小さくささやいた瞬間、地面を走るように魔法陣の門が広がった。魔物が飛びかかるその刹那、空気が一変した。風がうなり氷の粒が舞い上がる。氷嵐ブリザード。セレスの声とともに世界が一変した。凄まじい吹雪が一点から炸裂し、雪の結晶がはどかして群れを切り裂く。魔物たちは叫ぶ間もなく凍りつき、砕け散った小雪のような残滓が風に舞い、静けさだけが残る。谷間は白く染まり、まるで時間が止まったかのようだった。終わり。暴れるだけの獣なら脅威でも何でもないわ。セレスは軽く息を吐き杖を肩にかける。その横顔は冷たい雪景色よりも凛としていた。ユーマは言葉を失う。群れを一瞬で消し飛ばすなんて想像すらしていなかった。ちょっとかっこいいにゃ。イーナがこそりとつぶやくと、セレスはぷくりと振り向いた。今の